どうも、アルゴスです。夏だけど梅雨ですかっていうくらいの雨がついに終わりを迎え、やってきましたね、夏が。春夏秋冬で2番目に好きですね。ということで、今回も参ります。勝手に語る自分の人生シリーズ第4弾。本日から青年期編突入です。中学1年生のお話です。苦労して入学した私立中学ですが、入学して2ヶ月ほどでいじめが始まりました。いじめのターゲットになった明確な理由は正直今でもはっきりしてません。ただ、自分のクラスでは4月から早々にいじめが起きており、6月には2名の生徒が転校していました。原因は両方ともいじめでした。その頃の私は部活にも入っておらず、体型はやや太り状態。メガネもかけてました。勉強は前回お話ししていた通りできるわけじゃないです。ここまででもうお分かりの通り、ターゲットにして反撃を受ける可能性は極めて低いわけです。もちろん帰宅部でメガネをかけてて、やや太り寄りな体型で勉強苦手なだけで、全国の全ての学生がいじめの標的になるわけではありません。その時のクラスのメンバーや環境で大きく左右されるでしょう。ただ、いじめを受けやすい格好の材料を持ち合わせていたのは間違いないです。いじめの内容はまずシカトされますね。いじめ集団の筆頭格がいるわけで、そこがシカトの空気を醸成するんですよ。そんで私物が時たま消えますね。シャーペンや消しゴム。いじめの末期にはついに上履きも片方だけ隠されましたね。隠してた場所が下駄箱の棚の端っこの裏だったんで、それは助かりましたけど、気分は最悪でしたね、当然。授業で2人組になってくださいなんて言われる時には、もう相手が露骨に嫌な顔するもんだからたまらんですね。辛いのなんのって。毎日学校に行くのもしんどくて仕方なかったです。週明けの月曜日の気分は天気は晴れ渡っても心はいつも曇天でした。でもね、私には家族という最強の守り神がいたんです。それはもう本当に感謝としか言いようがない。いじめを受けて1ヶ月が経ち、心の限界を感じた私は勇気を出して家族にこのことを打ち明けたわけです。そしたら母はそんなの許せない。いじめの理由が何か知らないけど、大勢で寄ってたかって一人をいじめるなんて絶対ダメ。先生に言いつけてやる。祖母とも一緒に暮らしていたので、祖母からも親戚に NHK 職員がいるから学校側が何も改善しに行かなかったらメディアに学校名晒してやるわって言ってくれて、その時の僕はもう号泣してましたね。気づいたら母さんも泣いてました。でも決して悲しいだけの涙じゃなくて希望を感じる涙でした。この日から家族で担任の先生をはじめとして学校側と正式に話をして、いじめっ子との面談も重ねていじめ解消に向けて進んでいきました。学校側の目が厳しくなったとはいえ、そんなすぐにきれいさっぱりなくなるわけでもなく、長期戦にはなりましたが、1年後のクラス替えでいじめっ子集団の誰一人ともメンバーが重なることなく別れることができました。1年間に及ぶ長く辛く険しいいじめをなんとか家族で乗り越えたってわけです。ここで言いたいのは、とにかく自分だけで抱え込んではダメということ。相談相手が家族、友人、カウンセラー、誰であってもいい。ただ、自分だけで抱え込まない。これがいじめから切り抜ける最初の第一歩です。先生にチクったと言われるのが怖いと思います。そんなの逆効果だと思うかもしれません。でもそれは私の実体験上違います。声に出して助けを求めれば、必ず事態は改善へと希望へと一歩を踏み出すんです。だから最後まで諦めないで。中学2年生になってからも月に一度くらいは冷や菓子程度にいじめっ子が私のクラスに来たりしましたが、共通の時間が圧倒的に減ったので、もはや大したことにはならなかったですね。最後まで諦めないことが人生において万物に対して効果をもたらす。私はこの事実を身に染みて感じました。次回は中学2年生から3年生までを語ります。それではまた明日ね。